こんにちは、ユーバープログラミングスクールです。今日は場面に合わせて返信をする、もしならの楽しい教材を紹介したいと思います。はじめにまず準備として、ステージの背景に4種類絵を用意しておきます。背景の絵を用意しておきます。最初、海、野原、お家。これ何でも構いません。あと、名前で指定をするので、背景のお名前は分かりやすいものをつけておくことをお勧めします。それからですね、うさぎのキャラクター、変身をさせるキャラクター、普通、水着、虫取り、それからパジャマ、こんな風に絵をですね、コスチュームを用意しておいてください。これが準備になります。ライブラリーから選んでもいいですし、お子さんに実際に書いてもらっても楽しいと思います。そして、コードタブの方では、プログラムをあらかじめいくつか先生の方で用意しておきます。今回、うさぎのキャラだけですので、こちらに、まず、その背景を、ランダムに変えるというところですけど、見た目ブロックの背景をなんとかなんとかまで乱数にすると、こちらを使って、背景をですね、2から4っていうのは、これが1、2、2つ目、3つ目、4つ目、2か3か4のどれかという意味合いになるので、まずランダムに決めるというのを先生が用意しておきます。これで緑の旗を押すたびに背景がランダムに変わります。で、最初に戻るというのは、背景を最初の状態にしたりとか、うさぎのコスチュームを普通に戻したり、あと90度ってこの向きですね。右向きという意味です。中央の座標を指定したりという最初の処理を、ちょっとわかりやすいように最初に戻るという定義で用意しています。で、1秒間この状態で緑の旗ここで押しますと、1秒間最初に戻って、今回は野原。もう一度押しますと、お家というふうにランダムに背景を変わるところ、あらかじめ先生が用意しておきます。もう一つ先生の方で用意しておくこととしては、この定義ですね。返信をする定義。もちろん何でもいいんですけれども、例えば泳ぐだと水着になってちょっと移動して泳ぐだとか、虫を取るだとこんな風に、見た目を虫取りにしてセリフを言わせるですとか、あるいはのんびりするだと、コスチュームをパジャマにして、このベッドの上に横回転して寝転がってのんびりというような、こういう定義をあらかじめ自由に用意しておくといいと思います。さらにですね、この後背景を条件に、背景のお名前を条件に、例えば背景の名前イコール海なんていうふうに文字列を指定するんですけれども、小さなお子様の場合、文字を入れるのとてもハードルが高いですし、あと漢字の海とひらがなの海とかって揺れが生じてしまうので、あらかじめ変数を用意します。背景名と同じ変数を用意して、その中に文字列を代入しておくことで、これを実行しておけば、まあ、あの、条件の時にこの文字が代入されている値ブロックを使えるというような意味合いになります。ここまでが先生の準備になります。ここからが実際にお子さんに学んでもらうポイントになります。まず最初に、もしなら、それから演算のこの審議ブロックイコールのものです。で、背景のお名前を条件に使いたいので、背景の番号、こちら、名前に変えまして、背景の、名前が海なら、どうするか、アクションを、演出を選びます。泳ぐ。こんな風になります。これは、くぼみに条件が入って、はいの時、質問の答え、質問とか条件ですね。シーンの時、質問の場合は答えがはいの時、挟んだブロックを実行するという意味合いです。こんな風に一緒に組み立てていきます。できたらですね、海以外にも、野原の場合、お家の場合、全部の条件を網羅できるように、お子さんにこれを参考にして組み立ててもらってください。もしも、え背景の名前が野原ならどうするか考えます。どんな演出にしようか。虫を取る。つなげていきます。同様に、もしも、背景の名前がお家なら
あらかじめ定義している、のんびりする。こんな風に組み立てていきます。では、実際にこれを実行してみましょう。緑の旗を押します。虫を取るぞ。また押します。同じでした。もう一度。はい。さらにですね、背景とかコスチュームを追加して演出を工夫して楽しい教材にして、楽しみながら条件を学習していただけたらなと思います。以上です。